問題 A、ケーキの盗み食い事件が発生した。犯人の候補は3人いて、少年1、2、3と呼ぶ。少年 A と少年 B は犯人ではないという証言があった。犯人を特定できるならその番号を、できないなら-1を出力しろ。特定できないことある？ A と B は同じかもしれない。なるほど。意外と書きづらくて、まあセットから抜くのが楽かな。初学者は F 文を連打してもいい。慣れてても右をすぐ書けないなら左の方が早いかもね。説明欄に C++ 版もあるぜ。問題 B。2つの数列 A と B がある。両方の要素をまとめて小順に相とする。A 由来の要素が2連続するところがあるか判定しろ。何がしたいんだろ。問題名はピアノだが、それを踏まえてもよくわからないな。数列の長さはそれぞれ100までで、要素に重複は一切ない。とりあえず言われた通り合体して相とするよ。で、100までってかなり短いから、A から来たかのチェックは毎回 A を全部見ちゃえばいいね。A をセットにしたりすると早くなるが、まあ不要だろう。問題 C。こんな風に数が書かれた N×N の盤面でビンゴをする。数が一つずつアナウンスされて、そのマスがマークされる。マークされたマスが縦か横か斜めに N 個並んだらビンゴ。最初にビンゴするのは何ターン目？しないかも？しないなら-1と答えろ。マス目は最大 2000×2000、ターン数は最大20万。さっきまでのノリで毎回マス目を全部見るのは無理だね。2000×2000 のテーブルを20万回見たら、延べ8000億マスで、2秒どころか2分でも無理だな。言語によるが1秒あたり1億操作がとりあえずの目安だぜ。まあ、毎回全部見る必要はなくて、行とか列ごとに何マスマークされたかのカウンターをつけて、何かが N になったら終わり。言語によっては T×N の20ループは間に合う可能性があるな。C++ ならどうせ通るし、T は2万まででよかったんじゃない？問題で、区間が N 個ある。各区間は両端を含む。共通部分が存在するペアは何個あるか？ N は最大50万。各区間の両端は大きな整数。共通部分がない方を数えた方が楽そうだね。こんな風に左から見てって、区間に入ったら、それより前に終了した区間の個数を足せば OK。細かいが、区間の終了と開始が重なったら開始の処理が先だな。もし区間が両端を含まなかったら逆だね。これは平面操作っていう手法の簡易版ってとこだぜ。問題 E。長さ2の N 乗の秘密の数列がある。指定された区間の要素の和を100で割った余りを知りたい。そのためにジャッジに質問できる。例えば、5番目と6番目の和を100で割った余りを聞いたり、1番目から4番目までの和をもっと100で聞いたりできる。あとは1番目を直接聞けばいいかな。こうなったら50足す20-5で65だね。ここにない区間は質問できない。最小の回数の質問で和を特定しろ。数列の長さは最大2の18乗。いきなりだけど、この図を見てたら何するかわかっちゃった。これって実は、最短経路問題。ああ、ロジカルには累積和を使うとわかるな。辺のコストが全部1だから、幅優先探索でいいね。問題 F。辺に重みのついた N 頂点の木がある。辺の追加が9回行われる。その度に、最小全域機の重みを出力しろ。N も9も最大20万、辺のコストは最大10。10億じゃなくて、10？ 最小全域機といえばおなじみクラスカル法を使うと、まずコスト1の辺だけ見て、次にコスト2の辺も見て、次にコスト3の辺も見て、って10段階になるけど、10個くらいなら途中過程を全部持てちゃうね。で、辺が増える時も、10本くらいなら足せるから、実際に足してみて、何段階で連結成分が減ったか数えれば、その数だけ最小全域機が安くなってる。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。